家事すらまともにできない奴に、店の経営なんかできるわけがないだろう。この店は売却する。やめて。ここはお父さんが私のために残してくれたお店なの。うるさい。今まで散々勝手なことをしてきたのはお前だ。店や父親を優先して、家のことをちゃんとできなかったお前が悪い。嫌だと言うなら離婚だ。両親と私が大切にしてきた店を勝手に売ろうとする夫。今まで夫の言葉には従ってきたが、それだけは許すわけにはいかなかった。私は美佐子、42歳。夫の務とは兄の紹介で出会い、結婚して17年になる。夫は兄が勤めている会社の営業部の後輩で、新入社員の頃、兄が指導を担当していたらしい。当時、まだ私が実家に住んでいた頃、兄が会社の飲み会の後、終電を逃した夫を家に連れてきたことがきっかけだった。その日は軽く挨拶したくらいだったのだが、その時、夫は私に一目惚れしたらしい。それからというもの、兄へ私を紹介するよう、毎日と言っていいほどお願いしていたそうだ。最初は本気にしていなかった兄も、あまりに何度も頼まれるものだから、彼の本気を感じて紹介することにしたという。会わないと思ったら気にせず断っていいからと、兄に言われながら会った2度目の彼は、私に必死にアプローチ。あまりの一生懸命さに気づかされて、付き合うことになった。今となっては、あの時の男はどこ行ったという感じなのだが。2年の交際を経て結婚。1年後には娘が生まれ、まずまず幸せな家庭を築けていたと思う。うちの実家は、うなぎ料理店を経営しており、父で5代目になる。結構な人気店となっており、土日などは満席になることも多い。大学を卒業してから私も実家の店を手伝っており、現在は父と母と私の3人で店を切り盛りしている。混雑するような日には兄や叔母が手伝ってくれることもある。定休日の水曜以外は基本的に毎日店に出ているため、そこそこ忙しい毎日を送っていた。そんな感じで私たち夫婦はがっつり共働きなのだが、家事はすべて私の仕事となっている。結婚当初はちゃんと分担してくれていたのだが、時間とともにどんどんやらなくなっていき、今となっては自分の洗濯物を洗濯機に入れることすらしなくなった。あまりに余裕がない時には手伝ってくれるようお願いしてみたこともあったのだが、その度に夫は不機嫌になるため、もう期待するのはやめた。どうせやってくれないのに、頼んで不快な思いをするよりは自分でやった方が早いからだ。最近は娘も手伝ってくれるようになったし、なんとかやっていけている。多少の不満はあるものの、私たち夫婦はそれなりにうまくやってきたのだった。しかし、その関係もこの2、3年、父が体調を崩してからというもの、ますますギクシャクするようになってきた。父は入退院を繰り返しており、入院時、店は私と母の2人きりになってしまう。おばも手伝いには来てくれるものの、まるっきりいつもの調子とはいかず、負担が増える部分も多い。父の看病もあり、疲弊する日々が続いていた。そのため、夫との時間がおろそかになっていたとは思う。夫は家に帰っても不機嫌なことが多くなり、夫婦の会話も減っていった。やがて、家に帰る時間も遅くなって、終電間際の帰宅が増えてきた。本人は残業だと言っているものの、今までそんなことはほとんどなかったのに、最近の残業の多さは不自然に思っていた。しかし、家にいても不機嫌だし、嫌味を言われることも多かったため、帰ってこない方が気楽でいい。夫は、私がいくら疲れていても、家事を手伝ってくれる素振りも見せない。そればかりか。おい、最近お前、実家のことにかまけすぎじゃないか。うちのことはお前の仕事なんだから、ちゃんとしろよな。俺のシャツも、ちゃんとアイロンかかってなかったぞ。俺に恥をかかせるな。前から言っているけど、私だって働いているわけだし、
あなたももう少し家事を手伝ってくれてもいいんじゃない？ああ？家事は女の仕事だろ。そもそもお前は親の店を手伝ってるだけ。いわばバイトみたいなもんだろ。たかがバイトの分際で、俺と一緒の立場だと考えていることがおこがましいんだよ。いい大人なんだから、自分のことくらい自分でしろと言いたいところだが、これ以上機嫌を損ねられても困る。私はしぶしぶ謝らざるを得なかった。ごめんなさい。最近またお父さんの具合が悪くて、お店も忙しい時期だし、手が回ってないのよ。そんなこと知るかよ。うちのことができないなら、店なんかやめちまえ。そういうわけにはいかないわよ。私が行かなきゃお母さん一人になっちゃうもの。おばさんだって毎日来れるわけじゃないし。ああ。お前がそういう態度なら、俺にも考えがある。そう言うと、夫は席を立ち、リビングを出て行ったかと思うと、自身の部屋から何かを持って戻ってきた。ほらこれ。まともに家事すらできないんなら、離婚したっていいんだぞ。それは記入済みの離婚届だった。私はショックで言葉が出てこなかった。まあ、今回は多めに見てやるが、今後俺に逆らうようなら、どうなるか分かってるよな。そう言い残し、夫は再び自室へと戻っていった。あの頃の夫はもういないのだ。改めてそう悟った瞬間だった。その日以来、夫はことあるごとに離婚をちらつかせるようになった。ただでさえ、父の病状が安定せず、心配で気が気じゃないのに、夫にまでそんなことを言われ、落ち込む日々が続いていた。娘も家事を手伝ってくれるものの、子供に迷惑をかけてばかりはいられない。娘は今年で15歳。中学3年生で受験を控えている。勉強に集中できる環境を整えてあげなければならないのに、それどころか逆に心配をかけてしまっている。そんな自分が情けなく思えて仕方なかった。1年後、父が他界した。ある程度覚悟はしていたものの、悲しくて悲しくて仕方なかった。今後、店はどうなるのかという不安もある。父からは6代目は私だと言われていたが、こんなに早くその日が来てしまうとは思っていなかった。葬儀を終え、店は明日から再開することになった。今まで感じたことのない重圧がのしかかってくる。家にいても落ち着かないので、私は店に行き、簡単な準備を済ませておくことにした。店内の掃除をしていると、突然扉が開いた。すみません、今日はお休みなんです。そう言って扉の方へ目を向けると、そこに立っていたのは夫であった。その傍らにはスーツ姿の男性が立っている。何か用だろうか。あなた？今日は休みだけれど、何かあった？簡単なものなら作れなくもないけれど。今日は何やら用事があって出かけると言っていたが、ランチでも食べに寄ったのだろうか。夫が店に来ることなど今までなかったが、夫なりに私を気遣ってくれているのかもしれない。私はそんな期待を込めて声をかけた。しかし、店を継ぐことは許さない。え？家事すらまともにできない奴に、店の経営なんかできるわけがないだろう。店は売却することに決めた。こちらの方が担当してくださるから、お前はもう家に帰って、飯の準備でもしとけ。何を勝手なことを。この店はお父さんが私のために残してくれたの。お父さんだって私が継ぐことを望んでる。うるさい。今まで散々勝手なことをしてきたのはお前だ。店や父親を優先して、家のことをちゃんとできなかったお前が悪い。嫌だと言うなら離婚だ。話がまとまっていらっしゃらないようですので、今日は一旦失礼いたします。ご相談の上、改めてご連絡いただければと思います。いや、いいんですよ。すみませんね。聞き分けのない嫁で。いいわけないでしょ。私は絶対許しませんから。そもそも、あなたにはそんな権利ないでしょ。申し訳ありませんがお帰りください。夫は、なおも強引に進めようとしたが、今日はひとまずこの辺で、と
困った様子で業者の方は帰っていった。夫は怒り心頭だったが、私もこればかりは譲れない。しばらく言い争いは続いたが、私が折れないことが分かったのか、夫は舌打ちをすると店から出て行った。その日、夫は家に帰ってこなかった。翌日、私が開店の準備をしていると、また夫がやってきた。おい、何してるんだ。ここは売却すると言っただろ。私は売らないと言ったはずです。あなたにそんなこと決める権利はありません。勝手なことを言うな。激笑した夫が私に掴みかかろうとしたその時。勝手なことを言っているのはお前だ。シンジさん？なぜここに？奥の厨房から出てきたのは兄のシンジ。そしてそれに続くように母と叔母も出てくる。皆一様に夫を睨みつけている。この店を売却するだって？妹に聞いて驚いたよ。お前に何の権利があってそんなことを言っているんだ。いや、そもそもなんでそんなにこの店を売りたいんだ。シンジさん、いや違うんですよ。美佐子があまりにも家のことをおろそかにしてるもんで、店との両立はとても無理だと思って。違うだろう。お前はどうしても金が欲しい理由があるんじゃないのか？いや、そういうわけじゃ。問い詰める兄にたじろぐ夫。私には何の話かさっぱりわからない。憤る兄の様子に口を挟む隙もなく、私は黙って二人の様子を見守るしかなかった。正直に言えよ。もう調べはついてるんだよ。いや。なおも言葉を濁す夫。はあ、お前がそんな奴だとは思わなかったよ。美佐子、こいつはな、多額の借金があるんだよ。それで首が回らなくなって、店を売った金で返済しようとしたってわけだ。え？あなた、それ本当なの？驚いた私は夫に問いかける。夫はうつむいて言葉に迷っている様子だったが、悪かった。かすれた声でただ一言そう言った。何よそれ、いつの間に借金なんて。悪かった美佐子、どうか俺を助けてくれ。夫は必死に土下座をして懇願する。しかし今さらそれで許せるわけがない。助ける義理はないわ。自分でどうにかすることね。そんな、俺たち夫婦じゃないか。俺に借金があったらお前も困るだろう。どこまでもクズな夫の言動に心底呆れつつ、私は真実を突きつける。いえ、もう私たちは夫婦じゃないわ。赤の他人よ。は？何を言ってるんだよ。そんなわけ。嘘じゃないわ。私たちもう離婚したのよ。え？あなたがご丁寧に離婚届を用意してくれていたじゃない。いつも私に嫌みったらしくちらつかせてたあれよ。あなた、昨日も店を売らないなら離婚だって啖呵切ってたわよね。あなたも離婚を望んでいたようだし、こちらもありがたく提出させていただいたわ。そんな、お前何を勝手なことを。お前、いい加減にしろよ。逆上し、私に殴りかかろうとした元夫を兄が一喝する。まだ隠していることがあるだろう。その言葉にぎくりとした元夫は再びおとなしくなってしまった。美佐子、悪いな。お前をこれ以上傷つけたくないんだが。いいわ、教えて。兄と母には昨日のうちに夫が店を売却しようと店に乗り込んできたことを伝えていた。今まで私がどんな仕打ちを受けてきたかということも。離婚を考えていると言った私に、二人はすぐにでも離婚した方がいいと同意してくれたのだ。さらに兄は、俺があいつにしっかり罪を償わせるから心配するな。とも言ってくれた。それで覚悟が決まった私は、そのまま一旦家に戻り、夫がいつも私への脅しで使っていた記入済みの離婚届を持って役所へ提出に行ったのだった。シンジ、お前、浮気しているな。しかも相手は、俺も知っている社内の人間と来た。
お前どういう神経してんだよ。元夫はもう何も言わなかった。兄はこの1年ほど夫の様子がおかしいことに気づいていたらしい。社内の若い女と妙に仲良くしている様子に疑いを持った兄は、興信所に依頼し、夫のことを調べたそうだ。それで浮気が発覚したという。さらに、そればかりか借金があることも判明。浮気相手にかなり貢がされていたようで、自身の貯金では足りなくなり、借金をしてまで高価なものを買い与えていたそうだ。そもそも相手にとっては元夫は金づるであり、彼への気持ちなどなかったのだろう。若い女に騙されて本当にバカな男。こんな男に今まで振り回されていた自分が心底情けなくなる。ここ数年、私は父のことや店のことでいっぱいいっぱいだった。そこにさらに追い打ちをかけるようなことはできず、兄は今まで言い出せずにいたとのことだった。美佐子、今まで黙ってて本当にすまなかった。兄はそう言って全力で頭を下げた。いいの。お兄ちゃんのせいじゃないわ。私も浮気してるんじゃないかってうすうす気づいてた。まさか借金まであるとは思ってなかったけど。近頃不自然に帰宅が遅くなっていた元夫。私への態度も日に日に冷たくなっていた。そんな夫の様子に浮気を疑うのは自然なことだろう。借金で首が回らないってことだったけど、浮気の慰謝料はきっちりいただきますから。もちろん浮気相手にもね。そんな、美佐子悪かった。もう一度やり直そう。この通りだ。夫は再び地面に頭をすりつけ土下座を始めた。ちなみに、浮気のことは会社にも報告済みだ。は？なんで？驚いたように飛び起きる元夫。お前、勤務時間中に営業に行くって偽ってホテルへ行ってただろう。証拠の写真があるんだよ。そう言って兄がスマホの画面を元夫に向ける。そこには勤務時間中であろう真昼間、スーツ姿で若い女とホテルへ入っていく元夫の姿が映っていた。残念ながら職も失うかもしれんが、たっぷり償ってもらうからそのつもりで。お前は信頼を裏切ったんだ。大事な妹をお前ならと思って任せたのに。どれだけ謝ろうと済む問題じゃない。元夫はうなだれ、もう何も言わなかった。私たちに一度頭を下げると、そのまま店を後にした。後日談。元夫と浮気相手は会社をクビになった。慰謝料は一括で支払ってもらったため、元夫の借金はさらに膨れ上がったことだろう。もちろん、浮気相手からもたっぷりいただいた。慰謝料を請求された上に、職も失った浮気相手は、すべて元夫のせいだと言い、二人の関係も終わったらしい。そもそも、金づるにされていただけだろうから、金のなくなった親父になんぞ、用はなかったのだろう。すべてを失った夫は、せめて職に就こうと頑張っているらしいが、もう年齢も年齢なので、再就職は難しいだろう。一方、私は店の6代目として頑張っている。最初は不安もあったが、代替わりしても、客足は衰えることはなく、順調にやっている。母と二人、大変な時もあるが、今ではたまに娘も手伝ってくれるようになった。何より、家に帰っても、夫というストレスの元がいなくなったことで、楽しい毎日を送れている。これからも家族で力を合わせて、お客様に喜んでもらえるよう、美味しい料理を提供していきたいと思う。